はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、結構実務的な話をしたいなと思うんですけれども、飲食店のプランニングって実際どうやるのという質問に答えたいと思います。実際今ちょっとやっている立ち食い寿司屋さんのプランニングを、イメージしながら、どっかでリンクとか貼って見れるようにしときますかね。ちょっとご質問ください。見たい方は言ってください。結論から言っちゃうと、厨房設計は店舗デザインに大きく影響するので、ちゃんと勉強してやっておいた方がいいよというお話です。プランニングっていう言葉はなんとなくわかりますかね。住まいを探す時の不動産屋さんとかが見る、間取り図みたいなもんなんですけど、それを考えて書くことをプランニングっていうんですよね。空間だけじゃなくて結構機能的な面も決定づけちゃうので、とても大切なんです。で、実際にプランニングしている動画ってやっぱ見た方がやっぱいいのかな。今回はちょっとお話しするのは10坪くらいの小さな飲食店なので、プランのパターンはちょっと少ないんですけれども、30坪以上になってくるとこのようなプランを書くときにですね、ゾーニングという作業を一度前段に行ってから実際の平面図を考えていったりした方が、進みやすいんですよね。ゾーニングってどういうものかっていうと、大枠の方向性を決める感じですね。平面図のパターンを作って、ざっくり言うとコンセプトからどのような空間構成にしたら良いのかなっていう大枠のレイアウトを考えるみたいな感じですかな。ここ厨房かなとか、ここ客席かな、個室はここかなみたいな感じですよね。で、まず何から書くのかというのを見ていくと、やっぱり10坪くらいだと厨房の位置って結構もう決定されちゃってたりするんですよね。給水位置とか排水位置とか図面とかにあるんで、厨房をそこの付近に設置するようになるんですよね。で、厨房のラインを決めたらそのままカウンターを書いていくって感じですよね。お寿司屋さんなんで、ここで客席で食べている時に、その後ろを通れるかどうかをちょっと確認しといてください。その上で、厨房機器を具体的に配置しますよね。で、この時に寿司職人がどこで作業して、調理はどこでして、食器はどこで洗うのか、ドリンクってどこに作ろうかと大枠の作業のイメージをしながら書いていきます。厨房機器の寸法の横幅っていうのは600とか900、1200とだいたい300ミリずつ、増えていくようなイメージです。奥行きは450とか600とか、その次は700とか800とかあるんですけれども、そんなようなイメージで書きます。で、寿司屋さんの一般的な形としてカウンターから見えるオープンキッチン部分と見せたくないバックキッチンみたいなものを用意します。ここで厨房を区画するということは、キッチンスタッフが分かれるということなんですよね。その人が何をする人なのかをよく考えて厨房機器を置いていかないといけません。ちょっと動画をちょっと見てみると分かるんですけれども、動画内でいくつか消して書き直したりっていうことがあったりするんですけれども、
こういうふうにバックキッチンとオープンキッチンを分けて考えてたんですけど、バックキッチンに厨房が入らないなってことがよく気づいたりするんですよね。かといってバックキッチンを大きくすると客席部分の空間が狭くなっちゃったりもするんです。そこで立ち食い寿司ってことでカジュアルなガチャガチャしたお寿司屋さんでもいいのかなというちょっとした想定で、書き直すこともあります。要は全て、オープンキッチンにしちゃうっていうような、厨房配置ってことです。そしてバックキッチンには洗い場とドリンク場を配置して、そうするとよりオープンキッチンとバックキッチンの移動が多くなるので、スイング扉からのれんとかに変更したりもしますよね。次にファサード部分のプランを考えると、外までカウンターをつなげたイメージでワイワイやるのはどうかなと、場所的にも、場所っていうのは街的にもってことでね、そういう雰囲気が似合う場所であれば、いいと思います。そこからテイクアウトできるよとか商売的にちょっとプラス要素も考えたりもしますと。で最後にお客さんにちょっと分かりやすくするために色付けをちょっとしてみたりします。これが全体のプランニングをする流れなんですけれども、気づいた点って何かありますかね。今の段階ではそうなんだぐらいでいいとは思いますよね。でもここで重要なのはプランニングにかかっている時間とかですよね。何に時間を要しているかっていうのを見てみると、結局厨房レイアウトだったりするんですよね。実は厨房レイアウトは大体の厨房角だけ作って厨房メーカーさんにお願いすると変えてくれたりするんですよね。お願いすればいいじゃんみたいなことになると思うんですけれども、お店の機能とデザインを両立させるにはこの厨房と客席の区画のせめぎ合いが結構重要でして、これによってお客様から見るお店の印象やしずる感を決定づけたりするんです。スタッフさんからも使いやすい効率的な、お店作りとかプランっていうのは、ここで決まりますよね。だから結構重要なんですよ。なんで厨房からやった方がいいよねっていう結論に達するんですけれども、厨房設計を人任せにするぐらいであれば設計放棄してるようなもんだとは私は思いますよね。10坪くらいの小さいお店でも厨房区画や厨房レイアウトが変わるだけで店舗運営のやり方が結構変わってくると思うんですよね。気になる方は、隠れ家のグループとか見てみてください。皆さんからどんなプランニングをしますかとか書いてみてくださいとか、皆さんとやり取りできる場があるといいなと思ってます。今日は、飲食店のプランニングで実際どうしているのっていう質問でした。立ち食い寿司屋さんのプランニングでの学びという、ちょっと題材でやってみましたが、結論は厨房設計は結構重要だよということですよね。お客さんが最初に見るのは、確かに客席部分のデザインなんですけれども、実際に食べたくなったり早く料理が出てきたりするのは厨房設計とその客席との動線設計がしっかり考えられているからこそなんですよね。その辺はちょっと覚えておいてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり実際やってみたいなと思う方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。